おはようございます。メリカミ太一です。今日は子羊のクラシタ肉セルダニョとフィレのついた骨付きのままの塊のロティと夏野菜を使ったチアンドレギュム、最後ジダニョですけども、いつもと違って夏っぽくオリーブバジルを入れた少し変形版のジュを紹介したいと思います。それでは始めましょう。まず最初にクラシタ肉セルダニョの下処理をしていきます。今上に見える部分がセルで、内側この中に中心に見える2つの肉の部分がフィレになります。いいセルダニョ、いいアニョの見分け方ですけども、脂が白くて綺麗なもの、あと肉が赤すぎないものを選んでください。また子羊のさばき方などは動画がありますので、そちらを参考にしてください。基本的に子羊だとだいたい丸のままで14、15キロのものです。このようにきれいに脂を取っていきます。で、余分なバラの部分を取ります。このような感じに切り落とします。あとフィレの部分の周りについている余分な脂筋を取り除きます。バラ肉の部分を切り落とす目安はこのような感じにセルの端の部分にちょっとだけ脂が残る状態で切り落としてください。続いて表の部分の皮を剥いでいきます。このように真ん中のところに包丁を軽く入れて、このような感じに薄皮を剥いでいきます。肉を下処理する時ですけども、冷蔵庫から出したて、もしくはお店だと肉専用のクーラーの効いた部屋で下処理をします。肉自体冷たい方が油などが硬くて非常に仕事がしやすいです。あともちろん衛生的にもそちらの方がいいです。このような感じに引っ張りながら包丁でちょっと助けながら皮を剥いていきます。この時よく乾いていれば簡単に剥がれますけども、ちょうどいい感じに湿っていたりすると剥がれにくいです。今回はどちらかといえば剥がれやすい方です。丁寧に薄く油を残しながら皮の部分だけを剥いでいきます。先ほど切っておいておいたバラの部分はキューブにします。このキューブ一緒にロティして美味しいジュを取るときに使います。きれいに下処理が終わったので、汗染め塩コショウで下味をつけます。この時しっかりと塩コショウを全面にします。少し多いかなと思うぐらいの塩コショウでいいと思います。きっちりまんべんなく塩コショウして、このように手でよくすり込んで、裏面もきっちり側面もきっちり汗染めします。もちろんこの肉ですけども、下処理をしている間は冷たい方がいいですけども、ロティする前に関しては最低限1時間以上前に冷蔵庫から出して常温に戻しておいてください。まず温めたフライパンに表の部分、セルダニョの部分から焼いていきます。この時油が一層ありますので、じっくり油を出しながら、表面が平らではないので片面ずつじっくり焼いていきます。少し手間かもしれませんが、片面ずつ丁寧に焼いてから、あとはオーブンに入れるだけなので、少し我慢して丁寧に焼いてください。
基本的に四つ足の動物、子羊、子牛、牛に関しては、肉の部位の付き方は完全に一緒です。ただ大きさが違うだけです。今回見ているセルダニョの部分ですけれども、真ん中できれいに半分に切ってセルとフィレの部分を2つに分けるような感じに切ってやると T ボーンステーキ。ちょうど左下に写真がありますけども、上の部分がセル、下の部分がフィレという形になります。で、右手の方に見えるのが背骨の部分ですね。だからこの背骨で半分に切ってこのままスライスしてやると T ボーンステーキ、ラム肉の T ボーンステーキになります。先ほども言いましたけども、牛、子牛、豚、羊は骨肉の付き方が同じです。なので、もしさばく練習をしたいのであれば、その中でも羊がサイズ的にさばくのに適した大きさだと思います。また、羊をさばく動画は他にありますので、そちらを参考にしてみてください。羊がさばければ基本的には子牛、豚もさばけます。ただ大きすぎるので羊ぐらいで練習した方がちょうどいいと思います。ここで皮付きのニンニクを入れて一緒にロティしていきます。もちろん皮付きじゃなくてもいいですし、潰したニンニクでも構いません。潰したりしてもニンニクの匂いがよく立つのでいいと思います。今回は皮付きのままじっくりほのかにニンニクの香りが欲しいだけなので、皮付きのままで一緒にロティしていきます。肉を焼き出す時は油を入れてなかったのですけども、きっちり焼いていく間に油がこんだけ出ています。なので最初は油を引かずにじっくり皮面を焼いていきます。この程度焼けたら、先ほどバラの部分をキューブに切ったものを周りに入れてロティしていきます。この時点できれいに色をつけてしまうと、あとロティした時に色がつきすぎてしまいますので、これぐらいできっちり油を出し切った状態でロティ、オーブンに入れてロティしていきます。オーブンの温度はもちろん最初に180度に温めて、熱くなっている状態のオーブンに入れてロティしていきます。今回は35分でだいたい火が入ったので取り出します。もちろん肉の部位、オーブンによっても変わると思います。もし中心温度を測ったりする温度計があるのであれば、中心温度がだいたい45度ぐらいになったのを目安にして肉を引き上げてロポゼ、休ましてやることによってちょうどいい感じに上がると思います。あとは金串を刺して5秒ほど待ってから唇のところにつけて温度を確かめてもいいと思います。肉を休ませる時に使うプラック、バットは網を引いたバットの上に肉を置いてアルミホイルをかぶせてゆっくり休ませます。休ませる時ですけども、40度から50度の保温庫もしくは温かいところに置いてアルミホイルをかけてオーブンに入っていた時間だけ最低限休ませます。そうすることによって肉汁が肉の中で充満してよりジューシーに仕上がります。このままフランス料理には欠かせないソース、ジューダニョを作っていきます。先ほどバラの部分きれいにほぐして、このまま油が多いですけども、このままもう一度オーブンに入れてよく焼いてあります。もちろん焼くことによって旨味がキャラメリゼしてより美味しいジューに仕上がります。180度のオーブンに20分入れてからよく炒まった状態でデグレッセ、油を取り除く作業をします。デグレッセできたら火をつけて、ここでマデラ酒を入れてソースを仕上げていきます。今回はマデラ酒を使いましたけども、白ワインでももちろん構いません。アルコールを飛ばすフランベという作業ですけども、この時は決して火はつけないでください。火をつけると焦げたりして焦げた味がソースに残ってしまいます。アルコールを入れてよく煮詰まったら、そこにフォンダーニョを入れます。
フォンダーニョはまた動画がありますので、そちらを参考にしてください。きっちりとフライパンからうまみが剥がれたら、このままレデューしてもいいのですけども、小さい鍋に変えて肉からよりうまみを引き出すために小さい鍋に変えてこのままソースを仕上げていきます。このようにアニョのバラの部分が浸かるぐらいの状態でゆっくり煮詰めていきます。こうすることによってキャラメリゼされた肉からうまみがより出て、より美味しいジューに仕上がります。この時多少アニョから油も出ますので、自然にジューの方が濃度がついていきます。ここで塩コショウをして味を整え、今回はちょっと違った感じに黒オリーブ、あとバジルの葉っぱをちぎりながらソースに入れてソースを仕上げたいと思います。今回は夏野菜と合わすので夏っぽくバジルとオリーブを入れました。もちろんバジルちぎりながら入れることによって繊維が潰れるのでより美味しいと思います。あとここにレモンのコンフィ、シトロンコンフィなどを入れても美味しいと思います。ここは好みでいろいろ試してみてください。今回はあえてパッセこさずに肉を残したままジューとして作りました。ジューを作っている間にちょうど肉のロポゼ休ます時間が経ちました。このような感じにゆっくり休まして骨から下ろさずにこのまま縦にスライスしていきます。もちろん肉を切るときはよく切れる包丁で切ってください。やはり断面がスッとしているのと毛羽立ってしまうのとではかなり違います。このように均等に骨が当たるところまで包丁で切ります。そして横から包丁を入れるときれいにすべて剥がれます。セルの部分がきれいに外れたら裏返してフィレの部分を取り除きます。骨がついているので骨が当たるのを包丁に感じながら切れば失敗することはありません。このような感じにきれいにロゼに仕上がっています。もちろん箸は味見します。温めたお皿に盛り付けていきます。チアンドレギュム、夏野菜のチアンに先ほど切ったセルダニョ、フィレを置いてジューをかけます。ジューをかけますけども、この時肉の吸湿音が見えるように全体にナッペ、ソースはかけないでください。またガリニチュールの夏野菜のチアンは動画を上げますので楽しみに待っていてください。仕上げにフルードセルをかけて完成です。それではお疲れ様でした。ボナペティ。